行く前から行きたくないと思った旅行がこれまでの人生でたった一度だけあった。去年はハワイ、一昨年はアテネ、サントリーニとミコノスと、そしてドバイ。分かってる。生ぬるい。せっかくならこのメンツでしか行けないところに行こう。仕事も家庭も年齢もいろいろと揃ってくる時期だ。体力的に動き回れる。これが多分ラストチャンスだとなんとなく全員が分かっていた。そうして選ばれたのがインド。汚い、臭い、危険、うざい、不便、ぼったくられる。インドについて調べれば調べるほどそういう言葉しか出てこない。期待値は極限まで下がっていた。というか正直に言う、できれば行きたくなかった。でもふと思ってしまった。自分は今どれだけ恵まれていることに慣れきっているんだろうかと。清潔な水、安全な道、時間通りに来る電車、それが当たり前すぎてありがたいと思う感覚が気づかないうちにどこかへ消えてしまっているんじゃないか。幸せのハードルが静かにじわじわと上がっているんじゃないか。そういうことを確かめてみたかった。あともう一つ、絶対に死守すると決めたことがある。それはお腹を壊さないこと。インドで腹を壊した話は定番中の定番だ。果たして僕たちはどうだったのか、それは最後まで見ててほしい。インド到着。デリーに着いた瞬間思い知らされた。空気が汚すぎる。もう変人すぎるけどやばい。でも空気が悪すぎるのと目がめっちゃ痛いからね。俺だけ何も持ってない。マスクも。お疲れ。どうなの？美味しい。甘い。甘さの中に最後めっちゃ辛いのくる。よいしょ。デリーの1日目です。6時ぐらいに空港に着いて、空港からグリーンパークってエリアのホテルに今来てるんですけど、そこまで来るのにだいたい早くて30分ぐらいとか20分ぐらいのはずなんですけど、渋滞がすごくて1時間かけてホテルに着きました。でホテルに着いて、このホテルの周りちょっと散策して、水とか調達しつつ、夜ご飯も食べて今ホテルに戻ってきて、時間が23時12分と、もうホテルだけはいいとこを取ろうっていうところでいいホテルを取りました。1泊だいたい1人当たり1万5,000とかするようなホテルですね。でグリーンパークっていうちょっと落ち着いたエリアを選択しました。ホテル心配してたんですけど結構良くて、こんな感じで、これなんだろう、ダブル以上あるな。キングベッドだかクイーンベッドだか一つです。で友達は、和樹とタクは隣の部屋で、こっちの隣の向かいの部屋っていうか、隣の部屋ですね。隣の部屋でシングルベッド2つで、2部屋取ったというような形です。で結構本当に虫とかもいなくて、水回りも綺麗で、こんな感じですね。かなりおすすめかなと思います。これ電源どこだ、なのでこのホテルの URL も載せておきます。ホテルは本当にめちゃめちゃ選びまくってこだわって綺麗そうなホテルを選択しました。今のところ本当に綺麗で何の文句もなくて、水は気をつけてますけど、水道水そのまま使わないとか、でもおそらくなんか大丈夫なんじゃないかなとは思ってるんですけど、念のためペットボトルの水で歯磨いたり口ゆすいだりしてます。でなんでいいホテルを選んだかっていうと、万が一外で歩いて体調を崩しても、このなんていうか戻れる場所があるホームっていうのを作りたくていいホテルを選びました。本当にもう体調を崩す前提で、そうなった時にホテルでゆっくりできる、ホテルで安静にできる、そういった目線でいいホテルを
選びました。ただいいホテルって言っても5つ星まではいかずとも、4つ星3つ星ぐらいの中で、金額と、見合ったところを探したというような形です。そしたら明日も朝早いので寝ます。これからアグラに向かいます。初日なんだっけ、マンハッタンじゃなくてタージマハルね。4月に行ったのがコロナって初だ。4月どこですか？オーストラリア。あれね。確かにオーストラリアはずるいので、しかも住んでるところだからなおさらずるい。インドの方です。私のお客様です。サロカンとハトさんとハズキさんと一緒にお客様のガイドです。アグラのガイドです。今からタージメから来ました。タージメどうでしたか？めちゃめちゃ綺麗でした。すごかった。ありがとうございます。Let's try. Nice day. Yeah, we have a Hollywood star known as Shah Rukh Khan. We are just like you. Yes, that. Yeah. Right, Is it fluid? ご飯はどうでしたか？美味しい。美味しい？美味しいで美味しかった？サロカンはどうでしたか？めっちゃ美味しかったです。タージマハルかのアグラ城。タージマハルとアグラ城を終えて、これから夜ご飯を食べに行きます。デイ2、本当は今日午前中クタブミナーとフマユーン廟っていう、フマユーン廟なのかフマユーン朝なのか分からないんですけど、世界遺産2つ行く予定だったんですが、ちょっとあいにくの雨なので少し様子を見て、午後に行くかもう少し待ってから行くかということでホテルで待機です。ちなみにまだ2日目ですけど、体調とかは崩さずお腹も大丈夫です。ただ少し、辛いものを、食べてるっていうこともあって、若干お腹の調子は100% 大丈夫っていうわけではないんですけど、原因は衛生面とかでの腹痛の痛さ、お腹の痛さではなくて、辛いものを食べて少しお腹痛いっていうような感じです。なので僕はあまり辛いもの得意ではないので、レススパイシーって言って辛さ控えめにしたり、ノースパイシーって言って辛さなくしてもらったり、してはいます。あとは食後に持ってきたビオフェルミン的なのを飲んだり、セイロガンとかを飲んだりして、予防みたいなこともしてます。あとはビタミン剤も飲んで、現地では
生野菜とかフルーツは食べないようにしてるので、サプリで摂取してます。お、雨やんだ。クタブミナー世界遺産72.5 メートルらしい。インド一高い。デリー一インド一インド一高い建物石の塔らしい。昨日はタージマハルであまり写真を撮れなかったので、ここでリレー。いや本当にそうデリー、ニューデリー、オールドデリー含めてデリー3作は今日が最後、実質が本当に最後。明日からはバラバラしになってる。鈴木のスイフト。ちなみに3人ともいつもより一回り大きいバックパックを背負っている理由がある。トイレットペーパー、お尻ナップ、アルコールティッシュ、下痢止め、せいろがん、成長剤、酔い止め、虫よけ、デング熱対策まで、インドに来るにあたってあらゆる最悪を想定した結果、バッグの中身の半分が薬になった。それでも気分は悪くない。むしろなぜかテンションは高い。ここまでは普通の観光だった。春樹さんが人気者でツーショットを撮ってありました。俺ら今ね、左から盗撮されてます。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 おじさんとツーショットで撮りました。柳瀬さん人気者。問題はその後だった。レッドフォートを出てオールドデリーへ。アジア最大のスパイスマーケット、カリバオリロード。インドらしさが凝縮されたスポットだと聞いて楽しみにしていた場所の一つだった。ただ着いた時にはすでに日没近く、観光客がいない。周りを見渡しても地元の人しかいない。なんとなくあまり受け入れられている感じがしなかったのが率直な感想。近くには絶対に足を踏み入れるなと言われていた GB ロードもある。ホテルへの帰り方もわからない。じわじわと不安が大きくなっていった。散策どころじゃなかった。とにかく早くここから抜け出したい。それだけを考えていた。もし行くなら日中をおすすめします。ニューデリー駅からコンノートプレイス歩いて向かってます。いやスパイスマーケットは夜はさすがにちょっと危険だったから早めに抜け出してきました。お腹すいた。本当は他にも行きたかった場所がたくさんあった。階段井戸のアグラーセン・キ・バーオリ、ムガル建築の傑作フマユーン廟、ジャーマーマスジとカーンマーケット、全部行けなかった。まあこれも旅の醍醐味。味噌汁最高。もちろんこのグラスカップはなんだろう、アルコールティッシュで拭いて、買った水でこうさーって洗って使ってます。で今のところなんともなく体調崩さずお腹も痛くならず大丈夫です。日本語はどこに？デイ3ガンジス川緑色。バラナシに来ました。ガンジス川。まあ明日入ろうかな、とりあえず。そうね、覚悟を決めて。いやーここまで来るの大変だった。めっちゃいや思ったより
思ったよりまだカルチャーショックとか受けてないから明日が楽しみ。明日がねガンジス川ほぼなんだろう丸々楽しめるみたいな日だから、なんで仮装は撮影できないけど仮装は絶対見て、ちょっとそこで何か得られるものがあればいいなと思いますカオス帰ります確かにインドで一番最初に帰りたいダウンするのは俺だと思ってたけど、まさかのタクでした全然今のところ体調も崩さず大丈夫です。あれ、お腹壊すよねえ、ぐらい。まあまあ安全な旅をしているっていうのはあって、屋台飯とかはなるべく控えてね、ホテルの飯を中心にちゃんとアルコールティッシュで手も拭いたりして、いいね。気をつければなんとかなってる。そう気をつければなってなりせー。いいね。わけわからないおまじないをされて、白いのをつけられました。500ルピーを請求されまして、100だけ置いてきました。涼しいわ。ちょっと汗ばんでたから助かる。そうだね、日向は暑いけど日陰涼しいよね。足がとよっしゃ裏路地裏路ー。地いい感じ。なんかちょっとインドを感じ始めたね。現地の人は30ルピーです。さて、いくら請求されるのでしょうか。50取れました。まあいいでしょう。これもちょっと怪しいです。すごく怪しいです。あ、なんか飲む感じだわ。上に乗ってんの何なんだろう。甘い。あ、甘い甘い。スイートらしい。うん。あ、じゃあスイート。なんか固形、真ん中に入ってるのが固形が入ってて、なんか固形が入ったりとか、緩いのが入ったりとか、で、この茶色いのが何なんだろうな、これ。サトウキビのカスとかなのかな。わかんないけどね。可能性あるね。ココナッツのカスとかわかんないけど。なんかそういう系の、で、なんかその、変な味するわけじゃない。海なの。甘いの。甘い。完食。完食。そのバラなしで事件が起きた。火葬場に差し掛かった時、ある男に声をかけられた。そして気づいたら1万円を払っていた。詐欺だった。おそらく支払う様子を見ていた地元のインド人が教えてくれた。あれは詐欺だよと。撮影が NG だったのでその様子の映像はないが、死者が眠る場所で金をむしり取られる。それがインドだった。でもこのガンジス川の景色は多分一生忘れない。自分一人じゃここに来れず絶対に見られなかった景色だ。日本に帰ってきて気づいた。トイレットペーパーがある、トイレがきれい、水道水で歯が磨ける、アルコールティッシュで食器を拭かなくていい、クラクションが鳴り響かない、路上に糞が落ちてない、空気が澄んでいる、どこで何を食べても大丈夫、頼んだら料理がすぐ来る、
チップもいらない。日本の普通がいかに恵まれているか、全部当たり前のことじゃなかった。ところでお腹のミッションの結末を報告する。インド滞在中、奇跡的に無事だった。現地では一度も腹を壊さなかった。勝ったと思った。インドに勝ったと思った。帰国してから2日間何も食べられなかった。友達に至っては1週間。インドは最後まで手を抜かなかった。インドよ、ありがとう。多分もう行かないけど。